GR86 タイムアタック行ってきました。GR86 では初ですかね。タイヤ圧は 2.5 から始めて 1.7 前後まで行きましたね。で、タイムは目標は43だったんで、できれば42まで行きたかったですが、そこが限界ですね。僕の技量といい、車の性能といい、タイヤがね、どうなんだろう。 NS2R なんですけど、出るとこもあった感じですかね。エビスは効かせてたけどアンダーオーバーは出てたんで、そうですね、42タイヤいっちゃいますかね。タイヤでやっぱちょっとタイムは上がると思うんで、そこのアンダーオーバーが出なかったらその分タイムは上がると思うんでいいかなって感じですね。はい、キャンバー設定がこうなってます。当たり面としては全然綺麗にインアウトいい感じに削らっちゃいましたね。ただリアがもうキャンバー調整できないんで、内べりロール、ソフトにしてたんで、減衰もちょっと見てみましょうかね。今 2.5 入ってるんですけど、やっぱ外側がちょっと浮いちゃってる感じにはなってるんですね。これで 1.7 まですると綺麗についたって感じなんで、結果的には良かったと思うんですけど、綺麗に削れてるな。あとはマフラー色変わっちゃったですね。こんなにこんがりきつね色になってなかったはずなんですけど、蛍光を踏んじゃったですもんね。色変わるんだ。かっこいい。なんでやっぱキャンバー修正したいですね。もうゼロに近いぐらいなんで、ロアアームが確かありましたね。それ付けの 10mm 外出しにすればぴっしゃりくる感じですかね。まだ入っちゃってるもんね、結構。あとはこのシートですかね。やっぱ4点つけれればいいんですけどね、これから。この間通したらできそうかな。どうなってるんだろう。4点だけでいける。その分オイルクーラーとかに行きますね。ちょっとそれは調べてみましょう。知ってる方がいたらですね、教えてください。はい、以上です。あとはですね、やっぱ何よりもシルビアと違ってクーラーが効くということで、夏は良さそうですね。でも土曜日暑かったのは暑かったけど、クーラーでしのげたって感じですが、シルビアでも行くことはないんでいいですかね。ドリフトだけですね。やっぱクーラーね、いるなおっさんに優しいしね。ないとしんどすぎますね。有給取らないといけなくなるね、な感じですかね。はい。では、記録用として、この前走った HSR の動画を2本ぐらい流しときますかね。で、これは記録用として、後で研究するつもりです。では、行ってみましょう。
やー暑かったですよ。まだ4月なのにね。はい、まとめてみますか。気になる点としては油温が110オーバーいっちゃったということですね。あと一つシート、シートベルト、ここら辺がデフォルトなので操作性がちょっとG で揺られてハンドリング影響して操作がちょっと乱れたりしちゃってたんで、そこら辺を重視して次回は臨んでいきたいと思います。